こんにちは。今日は枝豆を作っていきます。こちらが枝豆の型紙になります。生地はシールを使います。布地の方向を間違わないようによく見てください。で、出来上がりはね、もう少し細長い枝豆になります。はじめ少し大きめにカットしていきますね。生地の角をホッチキスで留めて固定してから2枚一緒にカットしましょう。小中大と作ります。小が2、中が2、大が1でカットします。私はねちょっとたくさんカットしていくので印付けもたくさんしていきますけど、1つ作るのにだいたい5個ぐらいお豆ちゃんがあればいいかなと思います。生地が動かないようにホッチキスで固定します。それから2枚一緒にカットしていってください。今回ね、ビーンズはね、作りました。これ、ペップでね、染めてされてもいいと思います。ワイヤーは30番茶色を用意しました。28番でも大丈夫だと思います。茎巻きは羽衣を使います。はい。
縦に切って使ってくださいね。羽衣はねこんな感じで縦の地の目の方向にハサミでカットして茎巻き布を作っていきます。ちょっとねこう脇をねホッチキスで留めて布が動かないようにしてでカットしたら使いやすいです。ワイヤーを3分の1もしくは2分の1にカットして先にね茎巻きをしておきましょう。5本ねお豆ちゃん作るんだったら5本茎巻きをしておいてください。はい、ではこれは豆が中に隠れている方ですね。ボンドをつけてそれから茎を中に入れて茎巻きした布の茎を中に入れます。で豆をねここにね並べて入れていきます。もうお好みでね3つだったり4つだったり5つだったりを入れてください。私はね楕円形の豆を中に隠す方に入れました。でまん丸のお豆の方はちょっと見せる感じの方に入れたんですけど、これもまたお好みでね入れてみてください。はい、で閉じたらちょっと豆の存在をこう生かす感じで押さえます。ボンドがねでも9割ぐらい乾いてからやった方が綺麗になります。でここをカットします。大きめにね型を切ってたのでここでハサミでカットして揃えます。この端と端を持って中心にこう押す感じにするとね割と豆の雰囲気が出てきます。豆を見せる方には裏張りしましょう。はい。今回はねこちらの生地の方にボンドを塗っていって裏張りしていきましょう。光沢のある方が表なので裏表間違えないようにしてくださいね。で、染色の薄い方が上になります。3枚ともカットします。
裏張りできました。豆をね、見せる方にはコテを当てましょう。弁後手です。弁後手小ですね。ここでね、入れる個数を決めます。で、これもね、型を大きめにカットしているので、ここでもう少し細く揃えて切ります。だいたいどのぐらい切ったら豆がね、ちょうどいい具合にこう覗くかっていう感覚を見ながらカットしてください。弁後手でコテ当てします。端にね、柔らかみを出すような感じで3枚とも弁後手当てます。で、ボンドは程よい感じにつけてください。これね、ボンドがね、つけすぎも要注意。つけなさすぎも要注意ですね。細かい作業なのでね、ピンセットを用意していただくといいと思います。あまり豆がね、綺麗に並んで、ちょっと出ちゃうと芋虫みたいになっちゃいました。なので、少しほんと引っ込めたり、あと、まあでも一個だけ出してみたり、いろいろちょっと楽しんで、こう出す方のお豆ちゃんはね、楽しんで作ってみてください。今回の豆はクレイで作ったんだけど、ペップをグリーンに染めて作っていただいてもいいと思います。で、この先ね、ちょっとお好みでね、コテを当ててもいいです。ハサミでカットしても大丈夫です。出来上がりを見てね、また整えてください。ここの茎ですね、竹串でぐるんぐるんってやったらちょっと可愛いのでやってみました。中に入った豆とちょっと覗いた豆が5本出来上がりました。
額を作っていきます。はい、では審査点を染めたものと、あと薄絹を染めたものですね。これを、両方貼っていきます。これは、豆の額ですね。額はね、こんな感じでカットしていきます。額の小手当てに入ります。ここにつきます。なんかね、ピーターパンみたいでしょ。小手は、極細一筋、菊小手ですね。で、表からかけていきます。反らすように小手をかけてくださいね。で、裏に返して、ちょっとね、膨らますように右と左と真ん中に小手当てます。では、ボンドをつけて、豆の根元に額をつけます。葉っぱに入ります。大の葉っぱが1枚と小の葉っぱが2枚で仕上げます。裏張りしますね。はい。で、30番のワイヤーにしました。28番でも大丈夫です。半分か3分の1にカットしてください。出来上がりのね、長さで、お好みで3分の1にするか、2分の1にするか決めてください。はい。では、いつものように、ボンドをきれいにつけて貼っていきます。バイアスです。常にバイアスです。カットします。
はい、では葉にコテを当てていきます。2筋と1筋ですねを使います。はい、葉脈作っていきますね。葉脈が、2筋コテで、主脈が1筋で作っていきます。これ2筋じゃなくて2筋でも大丈夫ですよ。葉が出来上がりました。先ほどの出来上がった葉と豆を組んでいきますね。で、こちらがね、ちょっと奥の方に豆を入れて見せてみた方です。これがね、ちょっと出してみた。揃えて出してみたんだけど、なんか芋虫みたいになっちゃったんですよね。なので、ちょっと奥の方に入れて、一つだけちょっとこぼれそうに出すとか、いろいろアレンジ楽しんでみてくださいね。私的には奥の方が好きなんですよね。うん。はい。では、いろいろと組んでいきますね。豆が出てるのを上の方にしたり、下の方にしたりと、いろいろもう個性出してアレンジしてください。このね、下向き加減かわいいです。で、しっかり豆の存在をここでアピールします。今回ね、ワイヤーを少し足して、ここで一つにまとめました。で、茎があまりにも太くなるときはこういう風にカットしてあげてください。これ薄絹で巻いても羽衣で巻いても大丈夫です。ちょっと今回羽衣が薄かったのでね、薄絹で巻きました。
はい、リボン巻いてみましょう。リボンは2本用意しました。先をね、少しずらしています。あまりね、コブがね、あるのが私は好きじゃないので、こういうふうに輪を作って、ここで下から上にぐるんと回して1回だけでリボンを留めます。で、これで出来上がりです。不安な方はね、ここの根元にちょっとだけボンドつけていただいてもいいです。はい、これで、豆ちゃんが出来上がりました。麦わら帽子にね、飾っても可愛いし、割とこう、シックな感じでね、おしゃれを楽しんでいただけるコサージュとなりました。はい。ドールにね、持たせるときは、葉をね、もう少し細くしたりしてもいいと思います。